どきたのかな？これ、直樹で。おもちゃか。最近のおもちゃは精密だからな。直樹で。直樹で。あんま自信ねえよ。直樹で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 。わかったから預かったおもちゃ。ラジコンです。通信不良だと厄介だなぁ。チェックしてみます。動くじゃないか。あやや、空回り？ギアが飛んでるみたい。ステアリングは？完全に事故ってますね。通信とかの電気系統不良ではないので、なんとかなりそうです。ということで、今回は、ラジコンの修理と、ヘッドライトやウインカーとか、伝送系を追加してグレードアップしてみたので、その制作動画を皆さんにお届けします。まずは修理。タイヤが空回りする原因を探ります。そこら中、ネジだらけですね。まだネジあるんか。やっとたどり着きました。何？ギアが欠けとる。欠けたギア、みっけ。一箇所欠けただけで、動かなくなるんですね。さて、どうしたものか。とりあえず、中性洗剤で洗います。これ、型取りくん、という名称で、お湯につけて柔らかくし、何度でも使える型取り剤です。これを使って、欠けたギアの再生を試みます。まず、正常な部分の型を取り、その型を、欠けた部分にあてがい、パテ埋めしてみます。使うパテは、お気に入りの、JB ウェルド強力タイプ。最初に、少量を、型の中に充填し、はめ込んでから、さらに隙間に充填します。強度を上げるために、事前にギアの根元を削ってあります。さあ、どうかな？余分なバリを取り、ヤスリで形を整えます。なんか、虫歯の治療をしているみたいですね。できました。強度が心配ですが、とりあえず動かしてみます。オッケー、良さそうなので組み立てます。駆動部の修理完了。次、ステアリングを整備します。ここ、すごい遊びがあります。タイヤのシャフト、少し歪んでいるので、シャフト穴を修正してみます。万力でまっすぐ挿入。ちーとばかし良くなった気がします。もう片方のタイヤ、笑うしかありません。さっきと同じように、修正します。見事な回復。さっき遊びがひどかった部分、原因は、バネ先端の曲がりでした。ラジペンで修正します。すべて修正が終わり、組み立てます。動きを確認します。オッケーオッケー。ちょっと走行させてみましょう。空回りとかせず、正常に操作できます。修理完了。もうちょっと喜んでもらうために、伝送系を追加して、グレードアップしてみたろか。
追加するのは、ヘッドライト、テールランプ、前後のウインカー、できれば点滅、そして、バックランプ。ちょっと、欲張りすぎかな？ヘッドライトとテールランプに、直径3ミリの穴が開いています。LED を仕込んでくださいと言わんばかりの絶妙な位置。LED を仕込んだ高級バージョンが販売されているのかもしれませんね。こんな風に、ぴったりとはまります。ヘッドライト、点灯するとかっちょいいです。次に、ウインカーですが、点滅回路図をネットで拾ってきました。ありがとう。仮配線し、点灯確認。おもちゃなので、素早い点滅にします。フロントグリルを外して、ウインカーを仕込む場所を探します。使うのはこれ、光ファイバー。直径1ミリを使用します。同じ1ミリのドリルビットで、光ファイバーを挿入する穴を開けていきます。どんな感じで光るのか、確認。うまくいきそうなので、リアウインカーも同じように処理します。点灯確認。うまく誘導できそうです。テールランプは赤色 LED。ヘッドライトは白 LED を仕込みます。子供はガン見すると思うので、大きな抵抗をつけて少し暗めにします。グルーガンを使って LED と光ファイバーを各パーツに取り付けてしまいます。さて、それぞれを作動させる配線図。鉄鎮以外は理解不能でしょう。基板はどうしようか？疲れた、一休憩。これ、甥っ子の結婚披露宴のお土産、とても可愛いお菓子。ごちそうさま、超うまかった。おお、これ、アイスの棒。ワンサカ持ってるやん。これを使って、基板作ろう。このくらいあればいいかな？寸法測るのめんどっちいので、紙切れで現物合わせします。意外と正確。基板の型紙ができました。グルーガンを使って板にします。型紙を切り抜き、基板に転写。不要な部分をカットします。ほらね、ぴったりでしょ？さあ、部品の配置図を作成します。部品を実寸大で配置、スペースにきっちり収まるようにイメージ。センスが問われる工程です。できました。ちょっとバランスが悪いか？センスなしですね。まあいいや。基板回路には、銅箔テープを使います。粘着力が弱いので、両面テープを貼り付け。短冊状に切り取り、配線していきます。間違えても、簡単に修正できるので、とても便利ですよ。基板に取り付ける電子パーツです。数種類のカーボン抵抗。PNP、NPN、2種類のトランジスタ、逆流防止用のダイオード。点滅速度を決める電解コンデンサー。画面上にはありませんが、光ファイバーに照射する黄色 LED ランプ2個と、白 LED ランプ1個です。部品を乗っける部分に、事前にハンダを持っておきます。こんな感じ。そして、描いた配置図の通り、ハンダ付けします。本来なら、コランのような基板を使って配線しますが、基板の裏側を回路にすると、結構間違えるんですよね。方向音痴のせいでしょうか？
車で2回以上曲がると、どっち向いているかわかんなくなるくらいどんくさいです。基盤ができたので、作動確認。あ、やっちまいました。ハンドルを右に切ると、両方点滅してしまいます。左に切ると、両方とも点灯しません。回路を切り分けるのを忘れたようです。方向音痴以前の問題か。さて、どうやって修正するかな？ここ、銅箔テープを切断し、導線を使って回路変更します。もう一回作動確認。オッケーオッケー。次、バックランプ。バックランプも正常に作動したので、基板を本体に配線していきます。ぐっちゃぐちゃになってきました。綺麗に収まるかな。最後に、光ファイバーの配線。グルーガンで癖をつけながら、束ねてから LED の頭にまっすぐくっつけ、グルーガンでがっちり固めます。完成。点灯テストします。問題ないようです。組み立てて、最終確認します。電源スイッチを入れると、点灯。ヘッドライト。右ウインカー。左ウインカー。リア左ウインカー。リア右ウインカー。バックランプ。もう一回。走行は、どうかな？よしよし。さあ、ちっちゃい怪獣の元に帰って、どこまで、激しい衝撃に耐えられるだろうか。最後までご視聴、ありがとうございました。鉄鎮工房へ、また来てね。